それでは早速、小松菜1羽の下準備から始めていきます。まずは、糸を握って、根元を揃えたら切り落とします。小松菜の根元には土が残りやすいので、しっかり水で洗い流していきます。見た目はあまり汚れていませんが、振り洗いしてから流水でも流していきます。ところで小松菜は栄養の宝庫なんですよ。カルシウムが豊富で骨や歯の健康をサポートしてくれます。鉄分も多くて貧血が気になる方にも嬉しい野菜なんです。ビタミン C も含まれているのでお肌のケアにも役立ちますよ。汚れもすっきり落ちたので安心して調理に使っていけますよ。小さい葉も含めて根元をきれいに揃えたら、茎の部分は3センチ幅、葉の部分は少し狭めに切っていきます。茎は少し太めなので3センチ幅に切ることで食感をしっかり感じられますよ。葉の部分は火が通りやすく柔らかいので狭めに切ることで全体がちょうどよく仕上がりますよ。切り終えた小松菜は耐熱ボウルに入れて後ほど電子レンジで加熱します。耐熱ボウルの中では下の方が熱がしっかり伝わるので火が通りにくい茎をした柔らかい葉を上に重ねて加熱するとちょうどいい仕上がりになりますよ。次に椎茸8枚の下準備をしていきます。パッケージから出したら、傘の表面をキッチンペーパーで優しく拭いていきます。椎茸は水で洗うと香りや旨味が落ちてしまうことがあるので、水洗いせずに汚れを取るのが風味を逃さないコツなんです。ところで椎茸には免疫力をサポートするベータグルカンやコレステロール対策に嬉しいエリタデニンも含まれています。さらに食物繊維やビタミン D も豊富で腸や骨の健康にもおすすめの食材なんですよ。周りを軽くきれいにしたら続いて椎茸を切っていきます。軸の硬い部分を取り除いてから切り離します。切り離した軸は半分にして、傘の部分は薄切りにしていきます。ここで薄切りにしておくことで、後で味が馴染みやすくなりますよ。ところで椎茸は日光に当てるとビタミン D が増えるんです。30分から1時間ほど椎茸の傘の裏のひだ部分を日光に当てるだけでビタミン D の含有量が数倍に増えるそうです。また、椎茸の独特の香りはレンチオニンという成分によるものです。加熱するとさらに香りが引き立ち、料理を食欲のそそる仕上がりにしてくれるんですよ。切り終えた椎茸は先ほど小松菜を入れた耐熱ボウルに加えていきます。椎茸は小松菜に比べて薄くて柔らかいため火の通りが早いです。そのため一番上に置いています。軽く椎茸をほぐしてまんべんなく広げたら、蓋をして電子レンジで加熱します。600ワット6分で加熱しました。蓋を外すとふわっと湯気が上がりました。食材がしっかりと蒸されていい具合に熱が通っていますね。耐熱ボウルの底に少し水気が溜まっているのでシンクで軽く落とします。こうすることで余分な水分を取り除けて、これから加える調味料と味がしっかり絡みますよ。まずは白いりごま小さじ2。香ばしさと深い風味がプラスされ、さらに食感も楽しめます。ごまの栄養も豊富で、カルシウムや食物繊維が取れるので、健康にも嬉しい食材なんです。次に蜂蜜小さじ2。甘みが加わることで、全体の味にまろやかさとバランスが生まれますよ。甘い風味が
この後加える醤油の塩味と調和し、深みを引き立ててくれるんです。最後に醤油小さじ2。料理全体にコクを与えるだけでなく、旨味成分が食材の味を引き締めて調和させてくれる役割を担っていますよ。調味料を加え終えたら、全体が均一に混ざるようによくかき混ぜます。この一手間で各食材に調味料の味がしっかりと絡み、風味が一層豊かになりますよ。しっかり混ぜ合わせた後、味見をしてみました。いい塩梅ですね。調味料が絶妙に絡んで、まろやかな甘さとコクがしっかり感じられます。調味料を戻し、お皿を取り出したら、器に盛り付けていきます。まずはお皿に移し終えたら、菜箸を使って食材が均等になるように整えたら完成です。スプーンにすくいました。ほんのり甘みが感じられ、醤油のコクが後を引きます。ごまの香ばしさも効いて、まさに絶妙なバランスに仕上がりました。小松菜と椎茸のごま和え。簡単に美味しくできました。材料や作り方は動画説明欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。